よし、じゃあ全部回ってます。もうマイクもついてます。いいね。ということで、ゆったりと始めていこうと思います。はい。スポットライト、今回は伊藤健太選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは簡単な自己紹介をお願いします。はい、ジャンドラックスというチームに所属しています伊藤健太と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジャンドラックスクラブ選手権おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか？いや、まじ実感が全然ないです。時間ないですか？ミックスのね試合を見て決まった瞬間僕見てたんですけど、はい、すごかったですね。すごい TO の数が最後の最後にして打ち合ってすごいブロックキャッチとかもあってフットブロックキャッチで、はい、すごい試合でした。まずはジャンドラックスについて、どんなチームですか？はい、ジャンドラックスっていうのは、東北地区の、ミックスチームになります。で、僕の年代、1996年生まれが、メインで今プレーをしてるっていう感じです。今何人ぐらい所属してるんですか？所属としてはまあ30から40ぐらいは所属してます。で、全日ミックスに出てた人数がまあ26人ぐらい、で、それとは別でオープン部門で出てる人も、20ちょっと、まあ延べなんですけどいるので、まあ大体40人ぐらい。40人の皆さんが東北出身、東北の人？ほとんどって言えばいいんですかね。大体8割9割は東北の大学出身で、卒業と同時に関東行ったり関西行ったりっていうのはあるんですけど、基本的には東北の大学出身っていう感じですね。そんなジャンドラックスですけど、はい、健太さんが作ったとのことで、はい、チームを作るってなかなかないと思うんですけど、はい、どうしてジャンドラックスを作ろうって思ったんですか？これがちょっと恥ずかしい話なんですが、今の妻と、付き合ってた当初に東北のちっちゃい大会に出たいっていう話があって、でその時になんかチーム名考えようかっていう話で、その時にちょうど妻から LINE が来て、大学のよくわからない恐竜さんを写真が送られてきたんですよ。大学にある恐竜で、それを送ってきて、なんだろうと思ったら、この子はジャンドラックスって言うんだよっていういないんですよ。ジャンドラックスそういうのなくて、ただただ名付けたっていう。じゃあそこで命名された、奥様が命名された？実際は、はい。でだからちょっと恐竜っぽい顔があって胴体があってっていう感じで、本当だ、こっちが顔で、そう。で、まあ、恐竜をモチーフっていう形でチーム名ジャンドラックスっていう風にしました。これは何恐竜をモデルにしてるとかってあるんですか？これはそのモデルが、まあ、ステゴサウルスに近いのかな、一応は。ステゴっぽいステゴっぽくはしてます。なので、まあ、ロゴは基本的にステゴサウルスでにしています。ただあれはジャンドラックスです。ステゴサウルスじゃなくてあれはジャンドラックスですっていう恐竜さんです。これデザインは誰がやったんですか？これは妻が、すごいイメージで描きました。そうなんだ。はい。なんかいろんな絵を見ながら、まあ、ところどころモデリングしながらって言ってましたね。デザインもされるんですね。デザインも、はい。じゃあ遊びで今着てらっしゃるその服とかも、もしかして？そうです。これも奥様が、はい、妻がデザインしました。で、よく見るとここに見えるかな。なんか式が書いてますね。式がいっぱい書いてあるんですけど、ジャンドラックスのメンバーの多くが、まあ、理系大学、理系の学部出身っていうのもあって、でそれをちょっとイメージして手でグラフを作るっていう。なるほど。そういうことか。グラフになってて。そうです。y イコールサイン
X とか。そうですそうです。っていうのでグラフを手で作りながら、そんな意味あったんですね。はい、数式をうまく使ってでジャンドラックスっていう風にしました。なるほど。じゃあ発端はその東北の地域の大会に出るためのチームそうですだった。はい。でだったのでピックアップチーム、いわゆるピックアップチームみたいな形で、まあ、たまたま来れた6人7人ぐらいが最初ですね。へえ。そんなピックアップチームから始まったジャンドラックスですけど、はい、最初創世期のメンバー、はい、創設メンバーで今も残っている人っていますか？今現在で言うと結構みんな結婚されたっていうのもあって、活動をずっと続けてるのは僕ぐらいかなとは思うんですけど、はい、ディスクゴルフの方での活動は全員やってます。なるほど、はい、結構なんでしょう、動画を見ますけどジャンドラックスを着てるディスクゴルフプレイヤー多いですよね。多いですね。結構いまして、でその中で1名、今年のディスクゴルフの日本代表に、又吉楓っていうんですけど、選ばれました。なるほど。嬉しいですか？すごく嬉しいです。ジャンドラックスが世界に羽ばたいてますね。違う部門でもいけたっていうのはすごく嬉しいですね。又吉選手はもともとアルティメット。はい、彼も大学から東北大学からアルティメットをやっていて、でちょうど彼が4年生に上がる時にコロナになってしまったので、暇を持て余していたので、楽天市場で、お前これ買っとけと言って買わせて、ゴルフディスクを。はい、でよし投げに行くぞって言ったのが大会っていう。初投げが大会。はいちっちゃい大会、まあその当時大規模はできなかったので、ミニ大会っていうのが各地であったんですけど、その時に初投げが大会っていう。で今日本代表で。はい。すごいですね、ジャンドラックス。よかったです。すごいな、ディスクゴルフもそんなね日本代表レベルの方がいて、でアルティメットもクラブ選手権にこれから出て、創設が何年でしたっけ？2017年になります。2017年。僕が大学3年生の年ですね。なるほど。なので9年目。扱いとしては9年目にしましょう。なんかあるんですかそういうのが。やっぱりピックアップ、最初がピックアップチームっていうのもあったので、正式に公式戦で始めたのがコロナ後の2021、22かなぐらいの時から全日本選手権に出るようになったっていう感じになります。じゃあ本格指導してからまだ3年。そうですね、3から4年ぐらいです。すごいね。3年でクラブ選手権出れるってたま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 。はい。そのチーム作った時はここまで想像してました？チームを作ってで実際に活動しようって思った時にもともと僕の大学の OB チームがあって、でそこの OB チームに勝ちたいって思いでちょっと頑張ろうかなっていうのを思っていたので、OB チームに勝ちたいから頑張りたいっていうところからがあります。ちなみに OB チームっていうのはデュアルブートキャンプっていう、東北の子たちだったら分かるそうですねチームなんですけど、に勝ちたくて、じゃあどのタイミングでデュアルブートに勝てるようになったんですか？タイミングとしては2023年ぐらいかなの東北リーグで決勝で当たったのかな、確か決勝で当たってでなんとか勝ちきって初優勝って感じ。初優勝、東北リーグ。なるほど。2017年から始まったジャンドラックスですけど、創設当初の苦労とかありますか？創設当初の苦労が意外とないんだよな順風満帆。はい、そうですね。結構人を入れるっていうのはそもそも東北地区っていうのは卒業と同時に関東行ったり関西行ったりと、大都市圏に、
就職するっていうのが多いので、まあ、人が残るっていうのは結構少ないんですけど、僕のその年代がたまたまみんな仙台出身で、各大学でプレーしてた方がみんな仙台にたまたま戻ってくるっていうのがあって、でそれで人数集まるじゃんっていうのでできるやんと。できるやんとでそこでスタートしたジャンドラックスを。そうですね、実際はなので僕が社会人1年目の時ぐらいからまあ人は集め始めてるっていう感じです。すごいですね。チームって結構人集めが大変っていろんな、ね、チーム聞くんですけど、そこはもう問題なく。そこはそうですね、ほぼほぼクリアできたかと思います。でまあミックスチームっていうのもあったんですけど、まあカップル連れてくれば、別れなければ大丈夫だろうと。なるほど。2人で来て、1人出るとかじゃなければ、2人来たら2人そのまま残るんで。残るからっていう淡い期待のもとこうまあ1人入ってもらって、まあ彼氏彼女いる場合は、まあ入れていいよっていう話して、で呼んだら入ってくれてっていうのがそうですね、ほとんどです。練習場所について聞きたいんですけど、結構東北広いと思うんですけど、どういう場所で練習してるんですか？練習場所でいうと今は宮城県の、蔵王町にあるくるみグラウンドっていうところをお借りして、練習しています。それはメンバーとしてはその宮城県の人が多い？そうですね、宮城県勢がまあ比較的多いのと、あとは関東圏から来る時の交通手段としてやっぱり、まあ仙台が新幹線であったり、まあ高速バスでも移動がしやすいっていうので、まあ来やすい部分があるので宮城県内で活動してます。そうなんだ。じゃあ関東に住んでる人は週 1？これが最近週1ぐらいかな。最近週1週2ぐらいで、もうコロナ後って言っても1ヶ月に1回練習はあるかな。意外とそんなくらいで。そんな感じだったんですね。そもそもがやっぱりみんな散らばってるので、集まりにくい部分そうですよねがあるので、どちらかというと練習よりかはその東北リーグがまあ定期的に5月から11月まで月1回あるので、そこで練習をしてるイメージ。大会に出ながら実践しながら。大変ですね。だって新幹線で行って、彼らはして帰って仕事して。そうなんだ、すごいな。じゃあそんなジャンドラックスですけど、創設して今に至って変わったこと変わってないことありますか？そうですね、まず変わったことといえば、関東勢が多くなったっていうのはすごくありますね。もともとまあ宮城の子たちが割と多かったんですけど、就職を機に関東に出ていったっていう子たちがそのままジャンドラックスで活動してくれるっていう環境になったので、最近は関東支部っていう形をとって関東と東北で分かれて練習するっていう形をとってます。一応関東でも関東の中で練習する機会はありますね。で東北リーグで集まって、そうです、実践して。じゃあクラブ選手権まであと2ヶ月ですけど、注目選手いますか？クラブ選手権。います。まず1人目なんですけど、堀風花選手。堀風花選手。で彼女はウィメン部門のハックというチームにも所属していて、でハックっていうのはすごくトップチーム、日本のトップチームなんですけど、毎週のように東京に行くぐらいアルティメットが好きな子です。毎週東京に行って、住まいは東北、仙台になります。もう彼女のそのメンタリティはすごく尊敬できますね。どういうプレー面ではどういうところが印象的ですか？そうですね、彼女はすごくどこでも走ってます。どこでも走ってます。
まずプレー面で言うとそのシュートレシーブであったりロングミートであったりそういったそのレシーブについては本当にずっと走ってるので助かる部分、パスをもらって助かる部分がすごくありますね。じゃあシュートを打つようなプレースタイルというよりかはもうもらって、そうですね、しんどくなったらもらいに来てもらったりとか、奥走ってもらったりとか、走ってくれる選手、とにかくランがうまい選手で。うまい選手。なるほど。じゃあ他いますか。2人目が中川唯斗。中川唯斗。多分知ってるかなと思うんですけど、存じております。彼は彼の兄と同級生で、彼が小学校3、4年生ぐらいの時かな、に初めて会って、そこからずっとプレーを見てきてて、ちっちゃかったのに今もう越されててで彼が、今年22、大学4年生の年になるんですけど、そのチーム、今彼社会人として活動はしているので、チームのキャプテンっていうのを今年からオープン部門なんですけど任せていて、そうしたところで、チームをまとめてくれてる部分があるので、よりこのクラブ選手権を機に成長していってもらいたいなと思ってます。いいですね。とんでもないシューターですよね。もう左利きなんですけど、もうサイドシュートがバカスカバカスカ打ってほしいな風花さんが合わせて。なるほど、楽しみですね。ぜひ。まだいますか。あとは誰だろうな。一人3人目が熊谷颯太っていう熊谷颯太子なんですけど、彼は会津大学、僕の大学の直属の後輩で、で今年社会人1年目になるんですけど、アルティメットが好きなのかちょっとバカなのか、今小岩に住んでおりまして練習場所の小岩、小岩のすぐ近くに住んでるので、ジャンドラックスでも小岩、関東支部は小岩だったり、6号土手で練習したりしてるんですけど、小岩の時は彼の家に泊まってみんなで行って次の日練習行くっていう感じのしてます。もうアルテが好きすぎて小岩にちょっと住んじゃって、ちょっとバカですごいですね。なかなかないですね。だって練習アルティメなんていうんだろう、仕事で職場の近くとか、結婚でそこに住むとかあると思うんですけど、アルティメットの練習をしたくて小岩に住むまあないっすよね。全然ないですね。初めて聞いた僕はすごいな。なのでもし小岩を使う方、今見てたらあれなんですけど、熊谷くんに言っていただければ場所取りまでさせるのでぜひ。言ってくれますか。じゃあなんかお土産を持って、手土産を持っていただければ彼はやってくれるので。何が好きですか彼は。彼はもうとにかく何でも食べれちゃうので、甘いもの差し入れてくれると助かりますお願いします、ぜひ。そんな颯太選手ですけど、プレー面ではどういうところが印象的ですか。そうですね、プレー面でいうとつなぎのプレイヤー、ハンドラー、ミドルになります。で僕らの攻め方的にそのミドル陣のそのつなぎっていうのがすごく重要になってくるので、そういったところのレシーブがすごくうまい選手になります。まだだって今社会人1年目ですもんね。で彼みたいにその学生からずっとジャンドラックスの方でも練習をずっと一緒にやっていたので、プレー面のところでは、初めましてではないので連携はバッチリです。なるほど。じゃあ関東メンバーについて聞こうかなと思うんですけど、9割方が、東北出身、そうですね、のチーム、で、関東ルーツの人も何名か、今関東に住んでる人も何名かいらっしゃると思うんですけど、その中で注目選手いますか。注目選手だと、福島涼介さんになります。
選手です。どういう方ですか？彼は、同志社大学出身で、準優勝した年かなの、プレイヤーでちょっと前までロキトスでやっていたりベアでやっていたりしたんですけど、なんか東北の子たちがすごく優しいってで楽しいから入るっていう別に東北ルーツじゃないけど、楽しそうな雰囲気だから入りたい、すごいですね。すごい極めてありえない例でありえない例で入りました。どういうプレイヤーですか？彼はハンドミドルのプレイヤー、でディフェンスセットで入る時はハンドラーをやったりでオフェンス入ったりする時はミドルをやったりとかいろいろなポジションをやっていける選手なんですけど、やっぱその同志社っていうところもあってハンドリングがすごく上手い選手なので、そういったところのスロー面だったり動き方っていうのがすごく上手です。なるほど、ありがとうございます。憧れていた選手はいますか？僕が初めて世界大会に行ったのが2018年の U24、オーストラリアの大会だったんですけど、その時にオフェンスセットのハンドラーで組ませていただいたシュートフェイクっていうのは真似してました。やっぱりシュートフェイクからのサイドフェイクサイドシュートフェイクからのバック裏とかの投げ方は真似できないものがあったので、なんとか自分でもできないかなと思いながら工夫して練習してました。なんかその3人の選手から言われた言葉で印象的なこととかってありますか？今でも覚えてるみたいな。印象的な言葉、